皆さんこんにちは。ボイド対戦相手の動画でもご報告しましたが、285と113のボイドについて特集で結果ご報告いたします。まず、最初に結果をご報告しますが、約5ギガ程度の差を広げ、285が勝利しております。指揮官、同盟ポイントはこちらとなっています。やはりツックスの活躍が目立っており、同盟第2位も285の海同盟となりました。それでは、今回の動画の目次です。まず、最初にお詫びをしないといけませんが、動画編集中に誤操作をして、ボイド当日の後半のデータが破損しました。よって、時系列で確認できるのは前半12時間程度となります。小さい悲鳴を上げてしまいました。ご了承ください。次に、対戦でも触れた部分は軽く流しながら、各ワールドの基礎数値や注目同盟等を確認します。そして、ボイド当日の詳細について、いつも同様時系列で確認します。最後、いつも通り私の勝手な感想で終わります。それでは、まずは基礎数値です。2回目統合を終えた113と、初回統合の285となります。ランキング差はそれなりに大きいです。すべての基礎数値は113が優勢です。イベント勝率のみ285が勝っています。レーダーチャートで見ると、その差が明らかだと確認できます。直近ボイド結果では、285は常に圧勝しています。113も付近のワールドには勝利できていますが、さすがに2には敗れている様子です。両ワールドの主要同盟の戦力推移です。113は統合時点で4ギガを超える構成でしたが、統合以降は3同盟に分散されています。実際には5くらい同盟までが2ギガを超えていますので、分散度合いはもっと大きいです。対し、285はテプ6集中化というイメージがありますが、実際にはこちらも3同盟に分散しています。そして、ツックスの戦力が意外と低く3ギガ程度です。今回の戦いでは、4ギガを超える同盟はありません。直近のボイドでの同盟獲得ポイントです。ツックスは安定して高く、9ギガを超えています。海もその半分程度のポイントは獲得しています。113は主要同盟の切り替えが起こっているのか、無記同盟にシフトしポイントを伸ばしています。ブムフ同盟は最近やや元気がありません。同盟ポイントを視覚化するとこのようになります。やはり、全惑星中でも常に上位となる、285のツックスの獲得ポイントが目立ちます。そして、当日キルフェーズ開始時点の様子がこちらです。すでに5ギガほどのポイント差がついています。ボイド開始から当日直前までのポイント推移です。おそらく徴兵フェーズと思われますが、1月27日よりポイント差はさらに拡大しています。さて、それでは当日の指揮官ポイントを、時系列でレース系グラフで確認します。開始直後の動きが激しく、ツックスを中心に、主要メンバーがポイントを伸ばしています。当日、日本時間正午付近でその変化は緩やかになり、そこからはじりじりと285がポイントを伸ばしています。しかし、少しわかりにくいと思います。当日のワールドポイント推移を見る前に、同盟の獲得ポイント推移を先に確認します。こちらははっきりイメージできると思います。開始直後の激しさが直に現れています。ツックスの伸びが半端ありません。特に、日本時間9時台が顕著であり、戦況が落ち着き始める正午くらいまで、ツックスがぐいぐいとポイントを得ていることが確認できます。では当日のワールドポイント推移を確認します。注目したい開始直後3時間を特に詳細に確認します。285からは海とツックスの攻撃が中心です。比較的中規模までの戦いが目立ちますが、やや小さめの戦いでは113も勝利しています。113としては T7A や無覆、ブムフが中心です。大きめの戦いはツックスが起こしており、こちらは勝利できております。ただし、10時30頃のように常に勝利、といったわけでもない様子です。おそらく私が確認したレポートが全てではありませんので、9時10分付近など、もっと劇的な戦闘で勝利できていると思います。10時台後半で113の粘りが見えますが、正午にかけて小さい戦闘の積み重ねにより、日本時間13時には逆転を成功させました。それ以降は緩やかに伸びており、中規模以上の戦闘も少なかったように見えます。グラフは21時で終了してしまいますが、おそらく同じようなペースで最終5ギガ、ポイントの差となるまで広がった様子です。それでは勝因について考えてみます。
まず、意図したものでないと思いますが、285が干渉せず、大きな戦いのみ抑えたことも理由だと思います。例えば、ツックスが80人となった状態で2、3回負けると、通常であれば貝のように固く口を閉じるでしょう。しかし、ウニやツックスは小規模な戦いは落としています。これをすると113は正気を感じ、すぐに戦いを停止させることはできないと思います。次に、それが限られたわずか数時間で行われたこともポイントだと思います。113は基礎数値で確認したように同盟は分散しています。情報の伝達までには時間がかかるでしょうが、各同盟が勝ったり負けたりしている間に、気づけば逆転間際に追い込まれている、もしくは、逆転されていた、といった形となります。そして、すべて予測ですが113の同盟構成は分散されています。また、肉を確認するにまだ改善の余地はありそうです。ボイドに限っては戦力集中させたワールドが、より良い結果を出しています。ここがこのゲームで一番難しいですし、様々な事情も絡み合っていることが多いです。また、ボイドが全てでもないという考え方もあります。ボイド対戦が発表された時、面白い組み合わせだと思いましたが、やはり285はやってくれました。次は269や286との対戦を見てみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。